駐車場ですね。改めましておはようございます。今ここは湯の湖、気温が7度、少し寒いですけど、でもめちゃくちゃ寒いわけではないですね。その湯滝の方まで行ってみましょう。なんかすごい硫黄の匂いがしますね。温泉があるのかな。すごい、すごいな。言うほど結構これ下りますね。帰る時がちょっと大変だ。こんななだらかなこの坂を駆け下りてく滝って初めて見たかもしれないです。いや、これはすごいな。今年の1月に行った千葉県での滝も、こういうなだらかな滝だったんですけど、迫力的には全然こっちの方がもう上ですよ。これはすごい。今三本松茶屋の駐車場ですけど、野生の猿がいますね。でここの三本松茶屋のこの駐車場なんですけど、ここ一応無料開放されてるみたいで、前日ここで泊まろうと思ってたんですけれども、口コミ見たらスマホの電波圏外って書いてあったので、仕方なく諦めて道の駅に泊まったんですけれども、僕今楽天なんですけどね、他のドコモとかソフトバンク au はわからないんですけど、電波とか気にならないんだったらここに止めてもいいんじゃないかなと思います。調べると中禅寺湖だとか日光の周辺って昔はその無料駐車場みたいなのがあって、なんか車中泊とかできてたみたいなんですけど、やっぱ問題が起こったみたいですね。で今駐車場、中禅寺湖の周辺駐車場もちろんあるんですけど有料になってて、でそこも車中泊禁止とかっていうところが多くなってきたんで、電波気にならない方だったらここまで来るか、あとは道の駅そこで泊まることをお勧めします。戦場ヶ原、朝日が当たって綺麗だ。戦場ヶ原といえばアニメでやってた化け物語の一人のヒロインの女の子で、その戦場ヶ原っていう名字の子いましたけど、その名字は多分ここから取ったんでしょうね。でこの戦場ヶ原っていうこの地名はなんか神様同士が争ったっていうところからその由来があるみたいですね。
これがここ目みたいになってちょっと竜にも見えますね。竜とかあとキリンかな先ほどのとこから200メートルくらいですかね、橋があって、ここが一番てっぺんかな。あ、ここにも駐車場あるんだ。ここから中継事故も見えるな。さっきの湯滝、口コミで見ると、こっちの華厳の滝より湯滝の方が好きっていう方が書いてあったんですけど、やっぱ遠くから見るっていうのもあるんですけど、近くで見れる湯滝、あっちの方が僕も好きですね。今朝の7時40分、日光東照宮近くの道を歩いてます。今ここに五重塔がありますね。本来はここももう少し時間が経ったらかなり人が増えてくるんでしょうけれども、まだこの時間だと人もほとんどまばらで気持ちいいですね。でもそういえば Google マップに9時からって書いてあったんですけど、あれ普通に開いてますね。配管受付所、ここが9時からなんですね。じゃあここは多分空いてるんだろうな。これ看板に書いてありましたね。そうか、この拝礼がこうやって普通に入れるんですけど、こっからこの門の先、ここですね、こっちが有料エリアで9時からってことなんですね。この鳥居もすごい立派だ。これは銅とかその辺を使ってるのかな。看板ありますね。世界文化遺産、やっぱ銅製って書いてありますね。この門もかっこいいですよね。しかしこの参道、これいいですよね。この日の光と人気のない参道、凛とした空気、この時間でしか味わえませんよ。日光東照宮、こっちの日光東照宮はやっぱこの9時からないと入れないんですね。でさっき
華厳の滝とかいろは坂のあたりはもうほとんど紅葉残ってなかったんですけど、この辺はまだ残ってますね。やっぱ華厳の滝あたりは1200メートルとか1300メートルで標高高いんで、数百メートル下がったこっちの方はまだ全然残ってますね。すごい綺麗。このもみじは綺麗ですわ。全部真っ赤。これはいやー綺麗。輪の寺。そうですね、この輪の寺はこの朝のお経がこうしてスピーカーで流れて聞こえるようにしてるんですね。輪の寺だけは朝8時から入れるみたいですね。なので朝8時前7時半ぐらいに来て、でこの輪の寺を拝観してから日光東照宮と二良山神社に行くのが良さそうですね。でも今8時ですけど、もうすでに観光客いるんですよね。なのでやっぱここに来るにはもう本当の朝早くに来るのがおすすめですね。足尾銅山といえば鉱毒事件、日本初の鉱毒事件と田中正造が有名ですね。まさか田中正造もこんな何十年後かにここが観光地になるなんて思ってなかったでしょうね。じゃあちょっと行ってきましょう。みんな全部手掘りです。朝一だから見られるんですよ。じゃあこれから歩きです。慶長15年、2人の浪人によって発見された。そうなんだ。民営化され、現代化が進み、急速な発展を告げた。命の銅山となったが、一方では公害問題が起こしてしまった。
ボタンを押してください。予定通り4時30分に発砲をかけます。現場の係員は避難誘導願います。はい、こちら現場。すでに避難完了。安全確保しています。どうぞ。了解。発砲の後から爆風が遅れてやってきます。十分注意してください。了解。まもなく発砲の時間です。発砲します。3、2、1、点火。発砲完了。了解。爆薬によって硬い岩盤を破壊する葉っぱは飛躍的に銅の生産量を増やすことになりました。遠くからの操作で爆発させる電気葉っぱは比較的安全でしたが、岩盤の崩れや作業員の安全を確保するため、大きな凍傷では歪み止めと呼ばれる支えの支柱を立て葉っぱが行われました。当人彼らの息遣いが聞こえてくるようです。成長学年1684年を最高にその年齢を模型で展示しています。明治9年、長男は古川一世の先生これさっきトロッコをここで切り離してこの先まで来ましたけど、なんでトロッコを切り離す必要があったんでしょうかね。ていうかそもそもこれだけで動くんだったらトロッコいらない気もするんですけれどもね。はい、今旧足尾銅山製錬所大煙突の前に来ました。先ほどの足尾銅山観光の売店の女性の方からこういうのがあるよって聞いて来てみたんですけど、本当道路走ってたら急にこういう大きな煙突が出てきて、でこっち側にもこれ地図見てもらえると分かるんですが、ここが大煙突で、この辺にこの建物があるんですよね。で建物もこれその製錬所のもともとの工場だったんだと思うんですけど、ここにこれ線路があったようで、調べてみたらこれ廃線、今はもう廃線になってるんですけど、旧足尾線で今この近くに渡良瀬渓谷鉄道が走ってるんですけれども、ここに伸びてたみたいなんですね。でそれの廃線跡があるんですけど、ちょっとそこも後で行ってみましょう。でちなみにこれ煙突なんですけど、1919年に作られたもので、1989年だから今から35年前までまだ稼働してたそうなんですね。でもともとはなんかもっと高く155メートルまであったらしいんですけど、1993年に3分の2倒壊しちゃったらしくて、で今がこの3分の1ぐらい残してあるんですね。あれ、あそこに今車通ってますね。ネットだと入れないって書いてあったんですけど、行けるのかな。ちょっと行けるだったら行ってみましょうか。いやもうこういうトタンとかも剥がれちゃってて、でこれもこのタンクですかね、これもすごい、これも錆びまくっちゃってて、これは今誰かのでも所有地なんでしょうかね。壊すに壊せないっていう感じなんでしょうか。今この製錬所跡地来てみましたけど、やっぱ入れないですね。なんかさっきの車は多分関係者だったのかな。所有してるけどもう壊すに壊せないみたいな感じなんですかね。いやまたこの橋がこれすごいですね。これ下これ木製ですよ。これ反対側に看板ありましたね。古川橋道路用鉄橋として作られた。ここがさっきの工場の
が続いてた廃線跡地ですよ。踏切とこれもまだ残ってる。でもこっちは線路が残ってるのかな。枕木があるし、そうはないのかな。それこそさっき工場が1989年までだったから、その年ぐらいまでは大和に電車が通っていたってことですよね。これでもこんだけ残してあるのもったいないですよね。何か遊歩道か何かにすればまた観光施設にもなると思うんですけれどもね。ちょうど今電車が止まってました。で、ここから先がさっきの廃線跡地になるんですけど、あるのかな。今これやっぱレールありますね。これがずーっとつながってたんですね。